皆さんこんばんは、サイラです。今回はバイオミュータントで実質トロコンまでやり込んだので、それまでに気がついた点を小ネタとして紹介しようと思います。このチャンネルは攻略ラウダ検証、少しグレーな内容を紹介しています。気になる方はチャンネル登録お願いします。僕があって一部のトロフィーが取れてないんですが、それ以外は全部コンプリートしました。でサブクエストもできるところは全部クリアして、本当にやり尽くしたっていう感じですね。残りのトロフィーに関しては2周目やって取っていくっていう感じで考えています。だいたい100時間ぐらいやり込んでるんですかね。一通りやって、後でこうしておけばよかったなっていう点がいくつもあったので、8個にまとめて小ネタとして紹介していこうと思います。チャプターをつけていますので、気になる場所まで飛んでご視聴いただくといいと思います。一つ目なんですが、もう画面今見えてる通りなんですが、レベルの上限値についてお話しします。レベルは50が上限になっています。経験値はどんどん増えていくんですが、何かのバージョンアップで上限解放とかされない限りは50で止まったまんま、そんな感じだと思います。すべてのポイントを全部振ったとしても、ポイントは不足します。このポイントですね。この辺のポイント、これはレベル50まで全部上がったとして、あと一部スキルポイントもらえるところを集めたとしても、やっぱりちょっと足りないです。一通り回ったつもりなんですけど、それでも24ポイント足りないっていう状態でした。おそらく見てないところまだいくつもあると思うんで、それで多少増えたとしても24取れるとは思えないので、やっぱり不足すると思います。例えばトロフィーとかで近接攻撃すべて覚えるとか、遠距離攻撃すべて覚える、こういったものは一度ポイントを振った後でロードをしてしまえばトロフィーだけ取れてやり直しってことはできるので、その辺はうまく駆使するといいのかなと思います。で、合わせてですけど、バイオポイントとサイポイント、これは大幅に余ります。続いてなんですが、オーラですね。光と闇っていうのがあると思うんですが、このオーラ、見てもらったら分かる通りこのぐらい上がるんですね。まだまだ上がります。その辺にいる小動物とかを捕獲した時に、三角で捕獲した時にポイントもらえるんですけど、これはいくらでも取得できるみたいですね。同じ場所でも時間経って改めて行ってみるとまた出てくるとか、ゆっくり歩いてたらいくらでもゲットできるので、気にせず振っていけばいいと思います。30超えないと覚えられない才能力あると思うんですが、こんな感じで全然覚えられるので、気にせず振っていけばいいと思います。最終的にどちらにしたいのかによってそっちに傾けるっていう感じがいいと思います。私は一番初めあえて闇の方に進みました。なので闇が若干多いんですが、途中から光もどんどん振るようにしてこんな感じになっています。続いてなんですが、戦闘における部分で銃の強さっていうのが近接と比べてやっぱり銃の火力っていうのが飛び抜けていまして、400、500ぐらいのダメージを常時連発できるっていう感じで、離れていて連射もできる。で、連射速度も近接の振る速度よりも速いっていうのがあるので、最終的には銃と一部の才能力と一部のバイオジェネティクスのみ使うっていう感じになって、近接はほとんど使わないんじゃないかなと思います。弱い敵なら速攻沈みます。銃メインであるデッドアイオリジナルのスキルっていうのがあって、銃の火力を上げるスキルを覚えていきますので、ただ一番の目玉である両手持ちの銃だと火力2倍、こちらについては正直ちょっと微妙なところあります。単純な火力で言ったらやっぱり高いんですね。こういったもの今621から809となっていますが、こういったもののクリティカルでまずそもそも倍になる、さらに2倍になるっていう計算になるので、一発当てると2000とかダメージ与えられる感じになると思うんですけど、それがすごい勢いでバンバン当てられると。近接攻撃はクリティカルで2倍ダメージになったとしても、片手だったら1800で、両手武器でも2000。ただ両手武器は振りが遅いというのがあるので、銃が圧倒的なんですけれども、このライフルの高い火力、そこもこの右下に出ている特殊スキルっていうんですかね、これによってかなり影響が出ていて、このブラストパウダーっていうこのスキルが半端じゃなくって、周辺にいる敵全部に一気にダメージ与えられます。1対1だとそんなに有効じゃないんですけど、複数体出てきた時に適当に銃撃って誰かしらに当てさえしたら周辺の敵全部簡単に沈みます。こういうものをついている火力の強い武器を探さなきゃいけないんですけど、伝説の武器っていう形で入手できるものの比
クラフトでちょっと変えるっていうのがおそらく最強の武器になると思うんですね。宝箱から手に入ったそういうもので作るもので最強格っておそらく作れないと思うので、そう考えるとこのスキルの自由度っていうのがかなり限定されてしまうっていうのがあって、ライフルではあまりいいスキルがなかったっていう感じですね。今見えてるこのライフルかなり火力高いですし、連射速度も上がるっていうことでだいぶ使えるんですけれども、1対1では無類の強さを発揮するんですが、複数体出てきた時はこの銃が圧倒的に強かったです。で、実際に当ててる様子を今見ていると思うんですが、こんな感じですごい勢いで敵が沈んでいくんですね。これは近接では絶対出せないと思います。近接も技がありますけれども、やっぱり連射速度数倍の攻撃速度が出ていくわけなので、それが全体攻撃みたいな感じになるので、圧倒的ですね。銃以外使う必要がないっていうぐらいのダメージ差が出てきてると思います。次の小ネタですけど、銃関係ですね。銃ってボタンを押しっぱなしにすると弾ってどんどん出ていくじゃないですか。フルオートのこういうもの、このライフルに関しては押しっぱなしが最速なんですが、それ以外の銃に関しては連打した方が速いです。明らかに速度が違います。実際の違いっていうのを見ていただくと分かるんですが、こんな感じで普通に押しっぱなしと連打した時とだいぶ差が出てくると思います。手で頑張って連射してもいいですし、連射コントローラー持っていたら連射コントローラー使ってもいいですし、そういったものでやるとだいぶ火力が伸びます。これライフルも一緒ですね。これも連射した方が早いです。続いてなんですが、ステータスの振り方ですね。あえて銃じゃなくて近接やりたいっていう人は筋力を上げるといいんですが、それ以外の方は極振りが絶対いいです。というのはクリティカルが上がる。これもすごく効果高いんですが、それ以上にお宝引き寄せ率っていうところの上昇がかなり大きいと思います。レアアイテムが出やすくなるところですね。で、がっつりやり込んで何周も何周もやってアイテムをいくらでも取りますなんていう方は振らなくてもいいと思うんですが、おそらくそこまでやり込む方って限られると思うので、やっぱりに振っていった方がいいです。もちろん腕力に振れば近接ダメージ増えますし、知力に振ればその分再能力のダメージ増える、そういうことはあるんですけれども、結局のところやっぱり銃一択っていう感じなので、銃のダメージってステータスでは伸びないので、そういう意味で運を上げていくのがいいと思います。ステータスの中でまず上げる必要がないっていうのが生命力、敏捷性、カリスマ。この3つは正直上げる必要がないです。生命力というのは、ゲージ見てもらうと分かる通り装備で補えるんですね。で、全然厳選もせず、できるだけキーエネルギー、キー回復をメインとした装備をしているにもかかわらず、これだけゲージが増えているっていうところで、まず振る必要がありません。敏捷性は移動速度が上がるっていう効果があるんですが、それ以外の効果はありません。で、100上げたとしても、このゲージ、おそらく1ミリ、2ミリ、そういうレベルでしか増えてないと思います。なので、敏捷性も上げる必要がありません。カリスマに関しては、上げるとショップの値段っていうのが安くなっていくって効果あるんですが、このゲームってお店で物を買うっていうよりか、その辺で手に入るアイテムをクラフトしていくっていう部分が大きくって、あんまり買うことないと思うんですよ。お金で困るってこともなくって、いっぱい手に入ったアイテムの、能力の低いものをお店に売っていけばお金ってどんどん貯まるんですね。そういったところでカリスマについても上げる必要はありません。で、唯一あるとすると、生命力も敏捷性も唯一あるとすると、装備したアイテムに対して筋力がいくつないと装備できません、そういったような制限がかかっている時があるんですね。こういうものを装備するためだけに数値を上げるっていう感じがいいと思います。クエストで生命力、敏捷性、腕力、この3つに関しては30ずつ上がったと思います。なのでそれを踏まえて初期が10で30上がり40って考えると、装備品見た中で最高は70ないと装備できないよっていうものがあったので、そこまで上げるかどうかぐらいでいいのかなと思います。それ以外はもう全部運に振りましょう。お宝引き寄せ率が大きいです。クリティカル率のために運を上げるというよりかは、お宝引き寄せ率のために上げるっていう感じですね。続いてですけれども、寄り道をしない。
これオープンワールドなんで、寄り道したいですよね。で、私は寄り道大好きなので、メインクエストをそっちのけで寄り道をしまくってきたんですが、このゲーム、どうもバグがやっぱり多くって、で、本来クエストで来るはずのような場所に先に寄り道をしてしまうと、クリアできないようなことがよく起きます。例えばこれなんかは、もう倒してるんですよね。クエスト発生前に倒してしまっていて、後でこのクエストを受けて行ったらやっぱりいないんでクリアできないとか、これなんかもそうですね。で、それ以外はクリア方法がよくわからないクエストと、これは鍵が見つからない。で、もしかしたらやっぱり寄り道したことでその辺のイベントが消えてしまったとかがあるかもしれないです。で、重要なポイントというのは大抵メインストーリーの方で寄り道することになるので、そっちをメインでやっていった方がいいと思います。コンプリートとか気にしないよって方は全然気にせず好きなように回っていいかなと思うんですが、コンプリートしたい方はちょっとその辺気をつけた方がいいかなと思います。続いてなんですが、セーブデータのロードについてお話します。クエスト途中、何かをしなさいっていうので、いくつも条件があって、そのクエスト途中とかでセーブデータをロードしたりすると、結構バグります。で、戦闘とかあって死亡した時に、近くのチェックポイントから復活みたいな、ああいうのを選んだ時に途中までのイベントが中途半端に保存されていてうまくクリアできないっていうこともありました。一番いいのはクエスト受注前にセーブをしておいて綺麗に終わったらもう一回セーブをし直すっていう感じがいいんですけれども、一番やってはいけないのが死亡した時にオートセーブから復帰、これは気をつけた方がいいと思います。実際私もありました。で、最後に耐性値になります。右下に見えてる耐性値ですね。これ今全部100になってるんですが、この数値100にすれば熱とか氷とかバイオとか放射能、酸素不足、こういったものは全部防げます。それぞれ100に特化した装備でもいいんですけれども、こうやって全部マックスにするとどの地域行っても何にも影響を受けなくなります。で、専用の装備あると思うんですね。耐熱スーツとか、ここの数値が100になるので防げるっていう感じであって、あの装備じゃないと防げないっていうわけではないみたいです。一番右のものが呼吸になるんですが、これはステータスの育成では増やせないところで、これ4つまでなんですね。呼吸については増やせないので装備で補うんですが、これなぜかバグがあるんですよね。今 100% になっていると思うんですが、この装備全く同じ 60% ですよね。これを変えたりするとこうやって減るんですよね、なぜか。これは確実にバグだと思うんですが、ちゃんと右が100になるように装備を見ていった方がいいと思います。特に強化をしてしまうと、この数値通りに性能が補えなくなるようですね。これも元は一緒で強化してクリティカル上げてるんですが、これをやったら耐性値がおかしくなりました。今ももうなんかバグってますね。ただ戻ってるだけなのに 61% 戻りました。呼吸に関しては怪しいんですけれども、それ以外の4つは少なくても 100% にしてしまえばどこでも自由に行けます。何も受けないです。呼吸に関しても 100% にする必要はないのかもしれないですけど、やっておくと自由度が上がるっていうところで私はオール100にしています。装備の切り替えの時だけ要注意ですね。今回は以上になります。近接そんなに使えないんですけれども、筋力を振ったらどのくらいのダメージになっていくのかっていう検証を一回やろうと思うんですが、見たいよって方がいればコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。